レッスン1、楽しいフィッシングアドベンチャー。一緒に釣りをするのはとても楽しいです。アンナ、いつも釣り旅行を楽しんでるよ。同意するよ。浄水場に出て魚を捕まえようとすると、穏やかでワクワクするようなことがある。自然とつながり、忙しい生活から一休見するのに最適な方法です。さらに、新しいスキルを学ぶチャンスでもあります。絶対に。様々な漁法や、この海域に生息する魚の種類について多くのことを学びました。魚といえば、前回の旅行で釣った一番大きな魚を覚えていますか？それを巻き込むのはかなり大変でした。そうそう、それは思い出に残る瞬間でした。良い戦いになりましたが、私たちは何とかそれを取り入れることができました。アドレナリンラッシュは信じられないほどでした。釣りをとてもスリリングにするのは、その瞬間です。何を釣るか、どんな課題に遭遇するかは決してわかりません。それは本当です。それは物事を予測不能に保ち、私たちはもっと多くのことを求めて戻ってきます。次の釣りの冒険が待ちきれません。私もです。近くに大きなバスで有名な新しい釣り場があると聞きました。そこで運試しができたらワクワクするよ。私を数えて。新しい釣りスポットを探索すると、発見の要素が増え、体験全体がさらに楽しくなります。そして、一緒に充実した時間を過ごす喜びを忘れないようにしましょう。釣りをすることで、私たちは絆を深め、心に残る思い出を作ることができます。絶対に、ジョン。魚を捕まえるだけじゃなくて、経験を共有して、語らなきゃいけないストーリーが重要なんだ。アンナ、好きな釣りの思い出はありますか？どれがあなたにとって目立つのか知りたいです。印象的な思い出の一つは、夜釣りに行って、穏やかな水に星が映っているのを見た時です。魔法のような体験でした。あの夜のことを覚えています。とても平和で穏やかでした。自然は私たちを畏敬の念と驚きで満たしてくれます。確かに、大自然の中に見られる美しさと静けさを思い起こさせるような瞬間です。だからこそ、釣りは単なる趣味ではなく、自然とつながり、その素晴らしさを理解する方法なのです。これ以上同意できないわ、ジョン。自然の抱擁に身を浸すこのような機会に恵まれて幸運です。約束しよう。アナこれからもいろんな釣りスポットを探検して、もっと素晴らしい思い出を一緒に作りましょう。賛成だよ。ジョン。自然の美しさと漁獲のスリルを楽しめる。これからもっと楽しいフィッシングアドベンチャーがもっとたくさんありますように。乾杯、アンナ。次の釣り旅行と私たちを待っている新しい経験を楽しみにしています。レッスン2、新しい場所を探索する。ダウンタウンに新しい市場がオープンしたと聞きました。ユニークで面白いアイテムが並んでいるはずだ。明日調べてみましょうか。それは素晴らしいアイデアのようですね。新しい場所を探索したり、隠れた宝石を発見したりするのが大好きです。パーフェクト。明日そこに行って、彼らが何を持っているか見てみよう。何か特別なものを見つけたいと思っています。私も。予想外の他に類を見ないものに出くわすのはいつもワクワクします。同感です。未知のスリルは体験全体に驚きの要素を加える。
間違いなく、新しい機会を受け入れ、コンフォートゾーンから抜け出すことが重要だと思います。絶対に、新しいことに挑戦することで、視野が広がり、学び、成長することができます。それは本当です。さらに、地元の企業や職人を支援する素晴らしい方法でもあります。はい、これらの市場を開拓することで、私たちは地域社会に貢献し、地域社会の繁栄を支援しています。これ以上は同意できませんでした。関係者全員にとってお互いに有利な状況です。それで、計画を立てましょうか？明日何時に会って市場に行けばいいの？朝の10時頃に会うのはどう？そうすれば、探索する時間がたっぷり与えられるはずです。いいですね。カレンダーに記入しておきます。本当に楽しみです。私も、何か新しくて面白いものを発見するのはいつも爽快です。絶対に。そして、私たちが大切にできる、本当に特別なものが見つかるかもしれません。それがこの冒険の魅力です。何が待ち受けているかは決してわかりません。それこそが人生をワクワクさせるものですよね。新しい経験を受け入れ、思い出を作ること。自分でもこれ以上うまく言えなかったのに、明日を忘れられない日にしよう。私は全力を尽くします。明日、私たちは発見と喜びの旅に出ます。待ちきれない。素晴らしいことになるよ。また明日ね。じゃあまたね。思い出に残る探検の一日の準備をしましょレッスン3、タイムカプセルタウン。私は最近、山の中にあるこの小さな町を訪れました。タイムカプセルに足を踏み入れたようでした。現代の影響を受けていない伝統的な生活様式？まさに、家々は古風でチャーミングで、生活のペースは都会とは随分違っていました。それは魅力的に聞こえます。地元の人々は外からの訪問者にどのように反応しましたか？彼らは温かく迎えてくれました。彼らは自分たちの町の歴史と文化を分かち合えて本当に喜んでいるようでした。それは素晴らしいです。地元の人々とつながり、彼らの経験から学ぶことはいつも特別なことです。絶対に、伝統的な料理を試したり、世代を超えて受け継がれてきた話を聞いたりする機会がありました。ユニークな料理体験だったに違いありません。おすすめの料理はありますか？彼らの自家製パンはこの世のものとは思えませんでした。素朴な味と食感が忘れられません。香りと味はすでに想像しています。いつか食べてみたいです。そうすべきだ。行ってみる価値はあるよ。そして、旅行といえば、タイムカプセルのような場所に行ったことはありますか？私はかつて、古代の習慣や伝統がまだ守られている人里離れた村に行ったことがあります。それは信じられないですね。あなたが守った習慣にはどんなものがありましたか？村人たちが色とりどりの伝統的な衣装を着て踊りを披露する活気に満ちたお祭りがありました。それは素晴らしいです。私は文化祭を体験するのが好きです。それは目の保養であり、伝統を祝うものでもあります。本当にそうです。
このようなお祝いに参加することで、地元の文化への理解が深まります。絶対に、ほんの少しの間でも、別の時代に運ばれているようなものです。これ以上は同意できませんでした。それは私たちがしばしば当たり前と思っている豊かな歴史を思い出させてくれます。だからこそ、私は人里離れた目的地を探索するのが大好きです。そこには隠された宝物や物語があります。これ以上うまく言えなかったよ。これらの場所では、時間を遡って自分のルーツとつながることができます。正確に、世界は絶えず変化していますが、伝統を守ることには価値があることを思い出させてくれます。絶対に。それこそが、それぞれの場所をユニークにし、私たちの世界遺産のタペストリーをさらに際立たせているのです。よく言った。これからもタイムカプセルタウンを探して、体験を大切にしていきましょう。それについては賛成です。歴史のページをめぐる冒険や旅をもっとたくさんご紹介します。乾杯。これからも過去の物語を探り、解き明かしていきましょレッスン4、移動中。もっと頻繁に公共交通機関を利用しようと思っていました。頼りになる選択肢のようだ。それは素晴らしいアイデアです。公共交通機関は便利で費用対効果が高い場合があります。絶対に。さらに、交通渋滞や二酸化炭素排出量の削減にも役立ちます。これ以上は同意できませんでした。これは個人と環境の両方に利益をもたらす持続可能な選択です。公共交通機関を頻繁に利用したことがありますか？私のような初心者に何かアドバイスはありますか？はい、何年も使っています。私のアドバイスは、事前にルートを計画し、スケジュールを確認することです。良い点です。準備を整え、タイミングを知ることで、時間と手間を大幅に節約できます。間違いなく。また、携帯電話に公共交通機関のアプリがあり、リアルタイムで更新できると便利です。必ずダウンロードしておきます。そうすればルートのナビゲートがずっと簡単になる。もう一つのヒントは、スムーズな旅行と潜在的なコスト削減のために交通カードまたはパスを取得することです。調べてみます。現金を持ち歩かなくても運賃を払える便利な方法のように思える。間違いなくそうです。さらに、一部の都市では、頻繁に使用するユーザーに割引料金を提供しています。これは、より多くの人々に公共交通機関を選ぶよう促す大きなインセンティブです。絶対に。また、行く場所によっては、通勤中に景色を楽しむこともできます。それは本当です。街とそこに住む人々を違った方法で観察するチャンスです。公共交通機関は、新しい人と出会い、興味深い会話をする機会にもなります。そんなこと考えたこともなかった。他の旅行者とつながり、彼らの話を聞くチャンスです。まさに、公共交通機関がいかに様々な階層の人々を結びつけることができるかは驚くべきことです。本当にそうです。では、一緒にバスや電車に乗ってみませんか？覚悟はできているよ。道を選んで公共交通機関を使って街を探索しよう。計画のように聞こえます。冒険になるだろうし、
裏庭の新しい一角を発見することになるだろワクワクするよ。この旅に出て、違った視点から街を体験しましょう。同意した。公共交通機関とそれがもたらすすべての可能性を受け入れることを目指しています。教訓5、雇用保障問題。雇用保障について心配したことはありますか？経済が変化する中で、最近そのことが気になっています。共感できます。特に先行きが不透明な時代には、懸念を抱くのは当然だ。まさに、雇用保障を強化するために採用できる戦略はないかと思います。一つのアプローチは、スキルを継続的に更新し、その分野での存在感を維持することです。それは理にかなっています。順応性があり、新しいことを学ぶことで、私たちの価値を高めることができます。絶対に。積極的に行動し、専門能力開発の機会を模索することが重要です。同感です。自分自身に投資し、知識を広げることで、競争力を高めることができます。もう一つの側面は、強力な専門家ネットワークの構築です。人脈は扉を開き、サポートを提供することができます。ネットワーキングは非常に重要です。それは新しい機会につながり、キャリアの課題を乗り越えるのに役立ちます。そして、雇用主に私たちの価値を示すことの重要性を忘れないようにしましょう。本当、常に質の高い仕事を提供し、自分たちのスキルを披露することで、信頼と信頼を築くことができます。また、業界の動向を常に把握し、雇用市場の変化を予測することも役立ちます。進化する状況を認識することで、適応し、情報に基づいた意思決定を行う機会が増えます。さらに、バックアップ計画を立てたり、サイドプロジェクトを検討したりすることで、セキュリティをさらに強化できます。それは良い点です。スキルと収入源を多様化することで、安定性を高めることができます。最後に、前向きな考え方を保ち、課題を成長の機会として受け入れることで、違いが生まれます。絶対に、前向きな姿勢と回復力は、不確実な状況を自信を持って乗り切るのに役立ちます。したがって、雇用保障は懸念事項かもしれませんが、自分自身に力を与えるために取ることができる措置があります。それは本当です。積極的に行動し、継続的に成長することで、私たちは成功への道を歩むことができます。まさに、私たちがコントロールできることに集中し、プロとしての道のりを深めるような行動をとりましょう。同意した。課題を乗り越え、安全で充実したキャリアを築くことが大切です。レッスン6、モールマジック。普段、私はショッピングモールに行くのが好きです。彼らはたくさんの商品から選べる。同感です。ショッピングモールは、ショッピング、エンターテイメント、食事のワンストップスポットになり得ます。間違いなく、特に特定のアイテムを探しているときには、すべてが一箇所にあると便利です。いろんなお店を見て回って、新しいブランドを見つけるのが楽しいです。まるで宝探しのようです。目を引くものが見つかるかもしれないことは決してありません。まさに。また、ショッピングモールには、ファッション、電子機器、家庭用品など、様々なオプションが揃っていることがよくあります。それは本当です。
洋服を買うにしても、ガジェットを買うにしても、幅広い選択肢があるのはありがたいです。さらに、モールには通常、様々な商品を提供するデパートがあります。一つの屋根の下に複数のブランドがあるのはいいですね。時間の節約になり、買い物の比較も簡単になります。また、駐車場、トイレ、フードコートなどのアメニティの便利さも忘れないようにしましょう。このようなアメニティは、モール体験をより快適で楽しいものにします。絶対に。また、友達と会ったり、家族と時間を過ごすのにも最適な場所です。同感です。モールには映画館、アーケード、さらには子供向けの屋内遊び場などのエンターテイメントオプションがあることがよくあります。楽しみとショッピングがすべて詰まったパッケージです。誰にでも合うものが見つかります。だからこそ、特にリラックスしたいときは、モールは一日を過ごすのに最適な場所だと思います。日常から逃れるにはいいですね。探索したり、買い物をしたり、食事や映画を楽しんだりできます。また、モールでは、体験をさらにエキサイティングにする特別なイベントやプロモーションが開催されることもあります。訪問を最大限に活用するには、進行中のセールやアクティビティをチェックする価値があります。絶対に。じゃあ、一緒にショッピングモールへの旅行を計画して、一日を過ごしましょうか？私はそれが好きだ。デートをして、ショッピングセラピーと楽しい時間を満喫しましょう。計画のように聞こえます。モールでの冒険の準備をして、モールが提供する魔法を楽しみましょ待ちきれない。買い物、笑い、そして心に残る思い出作りに満ちた一日になりそうです。う。モールとそれがもたらすすべての体験をご紹介します。忘れられない一日にしましょレッスン7、写真アレンジメントのジレンマ。写真がたくさんあるのですが、どうやって整理したらいいのかわかりません。ランダムにすべきか、特定のパターンに従うべきか？作りたいルック&フィールによって異なります。どちらのアプローチにもメリットがあります。ランダムにアレンジすると、よりカジュアルで折衷的な雰囲気が生まれますよね。その通りだ。自発的な感覚を生み出し、様々な思い出を見せてくれます。特定の順序を使わずに、様々な瞬間の本質を捉えるというアイデアが好きです。それぞれの写真について思い出したり、会話を盛り上げたりする楽しい方法です。一方、パターン化された配置は、より整理されたまとまりのある表示になる場合があります。はい、パターンによって構造が増し、視覚的に魅力的な構図を作成できます。写真を特定の順序で並べることで、ストーリーが伝わったり、テーマが伝わったりすることがわかります。まさに、特定のイベント、色、または被写体に基づいて写真をキュレーションできます。それは面白そうですね。それはアレンジに意図的で思慮深いタッチを与えるでしょ特定の写真を強調したり、視覚的な物語を作成したりするのに最適な方法です。私は2つのアプローチの狭間で悩んでいます。ランダムさとパターンの両方に魅力が見えてきます。両方を組み合わせてみてはいかがですか？パターン化されたレイアウト内にクラスターをランダムに配置できます。それは素晴らしいアイデアです。視覚的な面白みが増し、ユニークなディスプレイが出来上がるでしょう。
自発性と構造性のバランスを取る方法です。私はそれが好きです。ある程度の秩序を保ちながら、自分の創造性を表現する自由を与えてくれます。また、写真の配置には正しい方法も間違った方法もありません。それはすべて個人的な好みの問題です。そうだね。自分の心に響くもの、自分のスタイルを反映するものを選びましょまさに、自分の直感を信じて、プロセスを楽しんでください。う。アドバイスありがとうございます。今から写真をアレンジし始めるのが楽しみです。どういたしまして。クリエイティブな旅を楽しんでください。きっとあなたのアレンジが素晴らしいものになるはずです。あなたの励ましに感謝します。私のユニークなストーリーを伝えるフォトディスプレイを作ることです。レッスン8、自動支払いの利便性。レンタル支払いの自動支払いを設定してみましたか？はい、持っています。手間をかけずに家賃を期日通りに支払うことができる便利な方法です。それは素晴らしいですね。正確にはどのように機能するのでしょうか？簡単です。当社は毎月家賃金額を家主に自動的に振り込むことを銀行に許可しています。では、期日を覚えたり、小切手を書いたりする必要はありませんか？まさに、支払いは指定された日にアカウントから引き落とされるので、すべて自動的に処理されます。そうすれば、時間と労力を節約できます。支払い遅延や延滞料はもう必要ありません。その通りだ。これにより、潜在的な罰則を回避し、家主との良好な関係を維持することができます。自動支払いについて考慮すべきリスクやデメリットはありますか？常に注意することは良いことです。毎月の家賃を賄うのに十分な資金が口座にあることを確認する必要があります。それは理にかなっています。当座貸越手数料や支払いの失敗は望んでいません。また、銀行取引明細書を定期的に確認して、支払いが正しく処理されていることを確認することも重要です。状況を把握するために、取引を見守っていきます。もう一つ考慮すべきことは、家賃の金額や支払い条件に変更があった場合は、それに応じて自動支払いを更新する必要があるということです。正しい。問題が発生しないように、支払い情報を最新の状態に保つ必要があります。全体として、自動支払いは利便性と安心感をもたらしますが、常に警戒を怠らず、プロセスを監視することが不可欠です。同感です。利便性と先を見越した財務状況とのバランスが取れているのです。また、自動支払いをキャンセルする場合は、事前に銀行と家主に通知する必要があることを覚えておいてください。良い点です。支払い方法に変更があった場合は、その旨を伝えることが重要です。では、先に進んでレンタルの自動支払いを設定しましょうか。絶対に、手間のかからない家賃支払いを実現するのは賢明な方法のように思えます。私がやるよ。一度設定すれば、毎月便利で安心できます。お世話になりました。積極的なアプローチに感謝します。レッスン9、セキュリティのための室内金庫。貴重品を安全に保管するには、
部屋に金庫があるべきだと思います。君はどう思う？それは素晴らしいアイデアです。室内に金庫があると、セキュリティと安心感がさらに高まります。同感です。貴重品を安全に保管できる場所があれば便利だろう。絶対に。留守中にパスポート、ジュエリー、その他の重要なアイテムを保護するのに役立ちます。一部のホテルでは部屋に金庫があるそうです。そのアメニティのあるホテルを選ぶべきだと思いますか？検討する価値は間違いありません。室内の金庫は便利で、貴重品を手の届くところに置き、管理できます。それは本当です。ホテルの中央の貸金庫に行くよりもずっと便利でしょう。さらに、探検に出かけるときに持ち物の安全性を心配する必要はありません。通常、室内金庫は使いやすいですか？はい、ユーザーフレンドリーに設計されています。私たちは通常、金庫にアクセスするために独自のピンコードを設定します。それは十分に単純に聞こえます。自分のセキュリティを自分でコントロールできるのは良いことです。絶対に。最高レベルのセキュリティを確保したいときはいつでもピンコードを変更できます。また、ラップトップやタブレットを収納できる大きさの金庫もあると聞きました。それは私たちにとって役に立つでしょう。これは素晴らしい機能です。ホテルを予約する前に、金庫のサイズ仕様を確認することが重要です。必ずそうするよ。電子機器を安全に保管する場所もあれば便利だろ間違いなく。特に新しい場所に滞在する場合は、デバイスを保護することが不可欠です。う。金庫に何か問題があったら、ホテルのスタッフに知らせるべきだと思いますか？はい、常に通知しておくことをお勧めします。問題の修正を支援していただくか、代替ソリューションを提供していただくこともできます。それは理にかなっています。懸念事項や不具合は直ちに対処した方がいいです。また、ピンコードは秘密にしておき、誰とも共有しないことが重要であることを忘れないでください。正しい。ピンコードは最高レベルのセキュリティを維持するためだけの情報であるべきです。まさに、これらの予防措置を講じることで、滞在中の貴重品の安全を確保することができます。これについて私と話し合ってくれてありがとう。自分の持ち物を安全に保つことに自信が持てるようになりました。どういたしまして。私たちの安全を優先し、必要な予防策を講じることは常に重要です。絶対に。室内金庫のあるホテルを見つけて、安心して旅行を楽しみましょう。レッスン10、顧客とのつながりを築く。新規顧客とのつながりを築くコツはありますか？絶対に。顧客満足とロイヤルティには強いつながりを築くことが不可欠です。一つのヒントは、顧客のニーズに積極的に耳を傾けることです。それは素晴らしい点です。注意深く耳を傾けることで、お客様の要件を理解し、カスタマイズされたソリューションを提供できます。まさに、それは私たちが彼らの意見を大切にし、彼らの期待に応えることに全力を注いでいることを示しています。リスニングスキルを高めるために使える具体的なテクニックはありますか？
一つのテクニックは、アクティブリスニングを実践することです。これは、お客様と関わり、明確な質問をし、お客様の懸念を言い換えることです。それは理にかなっています。それは私たちが彼らの視点を正確に理解するのに役立ちます。もう一つのヒントは、誠実で共感することです。相手の懸念に真の関心を示すことは、個人レベルでのつながりを築くのに役立ちます。つまり、取引だけでなく、関係を構築することも重要です。絶対に。顧客は単に製品やサービスを販売するだけにとどまらないビジネスを高く評価しています。非言語的な手がかりはどうですか？彼らはつながりを築く役割を果たしているのでしょうか？非言語的な手がかりは非常に重要です。アイコンタクトを保ち、オープンなボディランゲージを使用し、笑顔を保つことは、ポジティブな雰囲気を作り、親密な関係を築くのに役立ちます。非言語的な手がかりは、温かさと親しみやすさを伝えることができます。間違いなく。やり取りをしている間、お客様に快適で大切にされていると感じてもらうことが重要です。新しい顧客とつながった後に取るべきフォローアップ措置はありますか？フォローアップは不可欠です。パーソナライズされたメールを送信したり、簡単な電話をかけて満足度を確認したりすることは、私たちが彼らの体験を気にかけていることを示しています。それは思慮深いジェスチャーです。接続を維持し、購入後の懸念事項に対処するのに役立ちます。絶対に。また、フィードバックを収集し、当社の製品やサービスを改善する機会にもなります。つながりを築くことは継続的なプロセスのようです。どうすれば関係を育み続けることができるのか？定期的なコミュニケーションが重要です。ニュースレター、最新情報、または限定オファーを送信することで、顧客の関心を維持し、当社のブランドを思い出させることができます。つながりを保ち、ロイヤルティを育むのに最適な方法です。さらに、ソーシャルメディアプラットフォームは、お客様と交流し、お客様のコメントに返信し、当社のブランドパーソナリティを紹介する手段を提供します。そのため、デジタルチャンネルを活用してつながりを強化することが重要です。はい。デジタル環境には、顧客との関わりを深め、関係を構築する様々な機会があります。これらの貴重なヒントを共有していただきありがとうございます。それらを実践できることにワクワクしています。どういたしまして。つながりを築くことは不可欠であり、これらの戦略を実行することで、お客様との永続的な関係を築くことができます。私は完全に同意します。コネクションの成功と長期的な顧客満足を目指します。レッスン11、自家製寿司アドベンチャー。手作り寿司を作ってみたことはありますか？はい、持っています。楽しくて美味しい料理の冒険です。試してみてはいかがですか？絶対に。家で寿司を作るのはずっと気になっていました。どこから始めたらいいの？まず、必要な材料を集める必要があります。寿司飯、海苔、新鮮な魚や野菜、醤油が必要です。とてもシンプルに聞こえます。寿司飯はどうやって作るの？寿司飯を炊くには、水がきれいになるまで冷水ですすいでください。次に、パッケージの指示に従って調理します。
そのため、米をすすいで余分なでんぷんを取り除くことが重要です。わかった。ご飯を炊いた後、米酢、砂糖、塩で味付けする必要があります。これにより、独特の寿司の風味が生まれます。それは面白い。寿司に独特の味を与えるのは調味料だ。はい、ご飯にピリッと少し甘い風味が加わります。さて、フィリングの準備に移りましょう。人気の寿司フィリングにはどのようなものがありますか？選択肢は無限にあります。一般的なフィリングには、サーモンやマグロなどの新鮮な魚、キュウリ、アボカド、さらには調理済みのエビが含まれます。おいしそう。寿司を巻く特定の技法はありますか？巻き寿司は練習が必要ですが、それほど難しくはありません。竹の寿司マットの上に海苔を敷き、ご飯を薄く敷き、具材を加え、しっかりと巻く。ローリングテクニックを完成させるには数回の試行が必要かもしれないと想像できます。絶対に。転がりながら、きつさと優しさの適切なバランスを見つけることがすべてです。寿司を丸めたら、どうやって一口大に切るの？各カットの前に鋭利なナイフを使用し、水で濡らします。これにより、ご飯がくっつくのを防ぎ、きれいにスライスできます。それは賢いヒントです。切るたびに必ず包丁を濡らしておきます。最後に、寿司に醤油とわさびを添えてつけます。さらに風味が加わります。私は醤油とわさびの組み合わせが大好きです。お寿司にいい刺激が加わります。確かにそうです。これで、手作りの寿司を楽しむ準備が整いました。プロセスを案内してくれてありがとう。家で寿司を作ってみてワクワクしています。どういたしまして。きっとその経験を楽しんでいただけると思います。手作りの寿司は美味しくて満足です。試してみるのが待ちきれません。さあ、寿司作りの冒険に出かけましょレッスン12、ロードトリップアドベンチャー。日暮れ前に自発的なロードトリップをして、別の都市にドライブしてみてはいかがですか？それはスリリングなアイデアのようですね。新しい場所を探索することは常に冒険です。どの都市に行けばいいの？海岸沿いの町ブライトンに行ってみてはいかがですか？活気に満ちた雰囲気と美しいビーチで知られています。ブライトンはパーフェクトですね。ずっと行きたかった。旅に出て、一日を最大限に活用しよう。出発する前に、そこに行くための地図または GPS があることを確認しましょう。いいアイディアだ。途中で迷子になりたくない。GPS があれば順調に進められる。絶対に。さて、スナック、水、カメラなどの必需品を集めて、思い出を撮影しましょう。ドライブ中に私たちを楽しませてくれる良いプレイリストをお忘れなく。音楽はロードトリップ体験をさらに盛り上げます。そうだね。音楽は気分を盛り上げ、旅をより楽しくする。さあ、シートベルトを締めて出発しましょう。ドライブ中は少し休憩できる興味深いランドマークや景勝地に目を光らせましょう。
それは計画のように聞こえます。周辺を探索し、美しい瞬間を捉えることで、旅は思い出深いものになるでしょブライトンに着いたら、郷土料理を試すことを忘れないでください。新しい食べ物を試すのはいつもワクワクします。う。絶対に、地元の味を試してみると、この町の美味しい料理を味わうことができます。ブライトンでのアクティビティやアトラクションについて何か好みはありますか？ブライトン桟橋は必見だと聞きました。スリル満点の乗り物と海岸線の素晴らしい景色を楽しめます。それは素晴らしい選択のように思えます。桟橋の活気ある雰囲気を体験するのが楽しみです。有名なブライトンビーチを散歩するのもいいでしょう。小石と海風が独特の雰囲気を醸し出しています。波の音と涼しい海風が顔に当たるのはもう想像できます。すっきりするよ。日暮れ前に必ず道路に戻るようにしましょう。そうすれば、ドライブを楽しんで安全に家に帰ることができます。安全は常に最優先事項です。時間を把握し、快適な帰路を確保します。この即興のロードトリップにワクワクしています。冒険と新しい経験に満ちた一日になりそうです。レッスン13、コスト効率化ソリューション。システムを改善し、費用対効果を目指す方法を考えてきました。アンナ、何かアイデアは？間違いなく。考えられる解決策の一つは、現在手動で行われている特定のプロセスを自動化することです。それは素晴らしいアイデアです。自動化はヒューマンエラーを減らし、長期的には時間を節約するのに役立ちます。どうすれば実装できるか？まず、ソフトウェアやテクノロジーを使用して簡単に自動化できる反復的なタスクを特定することから始めます。これらのタスクを特定したら、プロセスを合理化するための適切なソフトウェアやツールを調査して見つけることができます。まさに、私たち特有のニーズに合ったチームにとって使いやすいソフトウェアを選ぶことが重要です。自動化ソリューションの実装に必要な初期投資についても検討する必要があります。費用対効果が重要です。同意した。投資収益率を評価し、長期的に見てコスト削減の可能性を計算することが不可欠です。さらに、特定の機能を専門のサービスプロバイダーにアウトソーシングすることも検討できます。より費用対効果の高い選択肢になるかもしれません。アウトソーシングは確かに実行可能な解決策になり得ます。これにより、間接費を削減しながら専門知識を活用することができます。ただし、品質を確保し、プロセスの管理を維持するには、アウトソーシングの長所と短所を注意深く評価する必要があります。絶対に。アウトソーシングパートナーシップを成功させるには、適切なベンダーの選択と明確なコミュニケーションが不可欠です。検討できるもう一つの側面は、サプライチェーン管理を最適化してコストを最小限に抑え、廃棄物を削減することです。サプライチェーンを最適化することで、大幅なコスト削減につながります。ジャストインタイム在庫や現地調達などのオプションを検討できます。現在のサプライチェーンを分析し、コスト効率を改善できる分野を特定することが重要です。定期的なモニタリングとデータ分析は、導入したコスト効率化ソリューションの有効性を追跡するのに役立ちます。
それは重要なポイントです。主要業績評価指標を確立し、進捗状況を定期的に測定する必要があります。継続的な改善が鍵です。チームメンバーからのフィードバックを奨励し、彼らの提案を受け入れるべきです。絶対に、コラボレーションと積極的なアプローチは、コスト効率向上のさらなる機会を特定するのに役立ちます。これらのソリューションを導入することで、より合理的で費用対効果の高いシステムを目指すことができます。私たちが力を合わせて取り組むことで、大幅なコスト削減と全体的な効率の向上を実現できると楽観視しています。私もそう思います。革新的なソリューションを模索し続け、組織に利益をもたらす費用対効果の高いシステムを目指しましょう。同意した。最も効果的な費用対効果の高いソリューションを見つけ、組織を成功へと導くことが重要です。レッスン14、自然の美しさを捉える。ここの自然の景色は息を飲むほどです。この瞬間を捉えるために写真を撮るべきだと思いませんか、アンナ？絶対に、ジョン。自然の美しさは本当に畏敬の念を起こさせます。写真撮影にぴったりの場所を見つけましょう。あそこの丘を見てください。なだらかな緑の草原と澄んだ青い空は、素晴らしい背景になるだろう。同感です。草原と空の鮮やかな色のコントラストが魅力的な写真になるだろう。丘の頂上に立って、風景全体を広角で撮影しましょう。自然の広大さが強調されます。いい考えだ。ジョン。広角ショットはスケール感と壮大さを感じることが多く、自然の美しさを捉えるのに最適です。写真を撮る前に、色が鮮やかで細部が鮮明になるようにカメラの設定を調整しましょう。絶対に。私たちは、写真が私たちが目の当たりにしている自然の美しさを正確に表していることを確認したいのです。さて、良いアングルを見つけて自然なポーズをとってみましょう。笑顔を忘れずに、写真を撮りながらその瞬間を楽しみましょう。自然なポーズと本物の笑顔は、写真をより本物らしくし、この美しい環境で感じる喜びを反映させてくれます。カメラにタイマーをセットして、2人で一緒に写真を撮れるようにするよ。近くに立って、温かく親しみやすい雰囲気を作りましょう。完璧に聞こえるよ。ジョン。2人とも写真に写っていると、この素晴らしい自然の景色が素晴らしい思い出になります。さて、タイマーが設定されました。準備をしよう。3、2、1、笑って。了解をクリックします。ジョンさん、写真が素晴らしいですね。自然の美しさが本当に映えます。この瞬間を捉えることができてよかったです。さて、もう少しいろんな角度から写真を撮って、バラエティに富んでみましょう。素晴らしいアイディアだ。ジョン。様々な視点を試すと、この自然の景色の美しさを紹介する様々な写真が得られます。花や植物のクローズアップショットも撮ってみましょう。それらの複雑なディテールは、私たちの写真コレクションに深みを与えます。素晴らしい提案だ。ジョン。マクロ写真は、自然の小さな創造物に隠された美しさを明らかにすることができます。探索を続けながら、写真に含めることができる滝や野生生物など、他の自然の要素にも注目しましょう。
これらの要素を含めることで躍動感が生まれ、私たちの写真コレクションはより多様で魅力的なものになります。自然は写真撮影に最適な素晴らしいキャンバスを提供しています。この機会を最大限に活用して、その素晴らしさを捉えましょう。これ以上同意できないわ、ジョン。自然の美しさは贈り物であり、写真を通してそれを他の人と分かち合い、彼らにも感謝してもらうことができます。探検を続けて、私たちを取り巻く自然の美しさを捉え続けましょう。それぞれの写真はユニークなストーリーを語っています。絶対に、ジョン。カメラをクリックするたびに、自然界の素晴らしさを称えるビジュアルナラティブを作成します。写真を通して自然の魔法を捉え、果てしない冒険に出かけましょレッスン15、カロリートラッキングと個別の推奨事項。カロリー摂取量を追跡していたところ、いくつかの興味深いパターンに気づきました。アンナ、あなたの個人的なおすすめをすぐに伝えます。それは魅力的だ。ジョン・データが私の食生活について何を明らかにしているのか知りたいです。楽しみです。さて、アンナ、カロリー摂取量に基づいた個別の推奨事項を以下に示します。まず、より多くの果物や野菜を食事に取り入れてみてください。素晴らしい提案だね、ジョン。私は果物や野菜が好きで、低カロリーながら必須栄養素を補給してくれます。絶対に、満足感を高め、高カロリーのスナックに代わる健康的な代替品を提供できます。次回の買い物では、必ず新鮮な農産物を買いだめします。ジョン、他に何かアドバイスはありますか？もう一つの推奨事項は、ポーションサイズに注意することです。推奨サービングサイズに注意し、それを超えないようにしてください。ポーションコントロールは非常に重要です。気づかないうちに食べ過ぎてしまいがちです。自分の分量にもっと気を配るようになる。それは賢明な決断だ、アンナ。また、不必要なカロリー消費を避けるために、空腹感や満腹感の合図を聞くことも役に立ちます。同意するよ、ジョン。時々、本当の空腹ではなく、習慣からか、感情的な理由で食べることがある。そのことをもっと意識するよう努力するつもりです。さらに、食事にもっと脂肪の少ないタンパク質を取り入れることを検討してください。満腹感を高め、筋肉の成長と修復をサポートします。リーンプロテインは優れた選択肢です。バランスの取れた食事をするために、鶏肉、魚、豆類などのオプションを食事に加えます。それは素晴らしい計画だ、アナ。最後に、甘い飲み物の摂取量を制限し、代わりに水または無糖の飲み物を選ぶようにしてください。甘い飲み物を減らすのは良い考えです。水は爽やかでカロリーフリーなので、最も健康的な選択肢です。絶対に、水分補給は全体的な健康にとって不可欠です。アンナ、これらの推奨事項はお客様のニーズに合わせて特別に作成されていることを忘れないでください。ジョン、パーソナライズされた推奨事項に感謝します。カロリー摂取量に基づいてより健康的な選択をするためのガイダンスがあると助かります。アンナ、お役に立てて嬉しいです。肝心なのは、厳格なダイエットではなく、持続可能なライフスタイルを変えることです。
そうだね。ジョンバランスをとり、より健康的なライフスタイルへの旅を楽しむことが重要です。まさに、時間をかけて小さな変更を加えることで、長期的な成功を収め、全体的な健康と幸福を向上させることができます。これらの推奨事項を実行し始め、健康状態にプラスの変化を見たいというモチベーションが高まっています。ありがとう、ジョン。どういたしまして、アンナ。私はあなたがより健康になるための旅をサポートするためにここにいます。引き続き献身的に取り組み、共に進歩していきましょう。